ノリズピロリンです。ディズニープラスで配信された My Name is ガブリエルのチャンクさん見ましたか？めっちゃね、もう面白くって可愛かった。メキシコグアダラハラのテキーラ村でヒマドールとなったピペチャンク。ヒマドールっていうのはね、赤べを収穫する熟練の職人のことのようです。この名前を由来にしたヒマドールという名前のテキーラもあるみたいですよね。この動画の中でテキーラの中に芋虫入ったものがあるっていうのをね、聞いてね、虫嫌いの私はちょっと調べてみたんですけど、もうこれはね、知ってて入れてるみたいで、昔水で薄めた粗悪なものが出回った時期があったらしくって、芋虫をこう入れることでアルコール度数の証明にしていたようですね。なんかアルコール度数よりも芋虫入ってるっていうことの方がね、私の中では問題なんですけど、そう思うのは私だけでしょうか。世界ではね、知らないことがいっぱいですね。テキーラの基本情報はここまでにして、もうなんともね、ぼやいている姿が可愛くてたまりませんよね。めっちゃぼやきながら仕事してたのに、なんかこうヒマドールの経験をなんかこう自慢するちゃう、もう少年そのものって感じですよね。チャンクさんの発言ってね、なんかほんと普通の少年って感じがね、好感度抜群なんですよね。そしてこの時のチャンクさんはね、なんかほぼすっぴん。スタジオのね、チャンクさんもね、ちょっとメイクやっぱり薄めですよね。なんか目の下のほくろがなんかかすかに見えるっていう感じで、なんか私的にはなんかめっちゃ決まってるチャンクさんも好きなんですけど、私はメイク薄めのチャンクさんの方がね、どちらかというと好みです。それにね、日頃こう体作るためにウェイトトレーニングしているとは思うんですけど、めっちゃしんどそうなピペチャンク。芸能人は苦労すべき、苦労して苛立って悪戦苦闘する姿を視聴者に見せたいと意気込んでいたね、ことをこう後悔してる姿見て、なんかチャンクさんがね、期待していたように視聴者は楽しく笑わせていただいてますよ。バッチリね、チャンクさんの苦労が視聴者を楽しませてます。狙い通りですよ、チャンクさん。次回のね、ヒマドールのピペチャンク成長期を楽しみにしておきましょう。でもね、今回のマイネームイズガブリエルを見ていると、やっぱりね、私ね、チャンク好きやわーってね、なんだかね、私も初心に戻りましたね。今まで何度もね、お話ししてるんですけど、私はチャンクさんに沼ったのが2019年。推し活どころかね、カンドラにもね、全く興味がなく生きてきた49年。スナンズに勧められたマイを見て、カンドラ面白いんだねと少しずつ見始めたカンドラ。はじめこう面白いと思ったカンドラが、チャンクさんの大ファンのチョスーンさん主演のマイっていうのがね、なんかチャンクさんと縁を感じますよね。初めのうちはね、時代劇ばかり見てたんですけど、現代劇のね、気楽さをこう知ってからは、これまたね、スザンヌの影響でキルミーヒールミーを見て、一瞬だけこうチソンさんにハマりかけたんですけど、そんな時ね、見たいなと思いながら、闇の便利屋にね、なんかこう興味をそそられなかった私だったんですけど、なんかとうとうね、禁断の玉手箱、ヒーラーなんか開けることになるんですよね。その理由もね、なんかこう見たいものが少なくなってきて、しゃあないからこれ見ようかっていうのが理由です。なんとね、初めて見た時、なんかこう雷が落ちたように一目惚れしたと言いたいところなんですけど、実は15分で寝落ち。15分間見た印象は、主人公イケメンやったなっていう情報だけだったんですよ。なんと今に
なっちゃう。あんまり面白くなさそうだけどなーと思いながらも、15分で判断してごめんなさい。やっぱりね、主人公のね、顔が私好みだったんで、もう一回初めから見てみたんですよね。そしたら、あの15話の長尺のラブシーンに釘付けですよ。ビビビドッシャーってなる。もうね、そしたらチソンさんどっか行ってた。その次の日にスザンヌにこの長尺のラブシーンを見せたんですけど、だからさすがにね、そのシーンだけ見せられてもスザンヌの反応薄いしなんて言うんかな、私の胸キュンってなんかこうね、手のひらがキュンってする感じ。皆さんどうですか？若い頃ね、恋してる時はなんかこう感じたことがあった感覚っていうんですかね。ドラマで俳優見てっていうのは初めての体験でした。でもね、この頃なんだかね、息子的な感覚だったんですよね。19年間こう推してきた一人息子が家を出て東京の大学に行っちゃって、なんかこう身近な推しがいなくなった心の隙間をチャンクが埋めたっていう感じだったんですよね。息子のようなチャンクさんがね、なんともね、なんかこううちの息子に似てて、まあこれ性格だけなんですけどなんかこう私の中に入り込んできたんですよね、私の心に。そして次に見たのが K2。 これまたね、全然違うワイルドなチャンク。色白だとね、思ってたチャンクさんが日焼けしてワイルドに変身。この時ね、もうね、私の胸にうわっってね、なんかチャンクっていうね、木にね、こう太い杭で打ちつけられたっていうような感じの衝撃。そうよ、今考えてみたら私口数が少ない人が好きなんですよね。それに体黙りませんよね。その上ね、 K2 はね、ユジンっていう年上女子をね、こうメロメロにしてしまう魅力がジハにはあるんですよね。私たち年上女子の妄想にぴったり。もうね、自分がユジンになった気分になっちゃいましたよね。ここでね、私の心の恋人になったんですよね。そして忘れもしない K2 を見た後にしたことが、みんなのレビューを読み漁ること。もうね、このドラマ見た人がジハとユジンの関係についてみんなどう思ったのかっていうのを知りたくて、もう読み漁りましたね。もうこれってやっぱりね、自分の感想を共有したいっていうね、今していることと一緒なんですよね。今の私はね、チャンクファンとチャンクさんの情報を共有したり、自分の好きを共有するっていうのがね、もうね、それが楽しい。チャンクさんはね、もちろん大好きで私の神なんですけど、その好きをね、視聴者の皆さんと共有したり、ちゃんともの共有したりする楽しさがね、推し活の魅力なんですよね。そして次に見たのが怪しいパートナーだったと思います。気候号も気になってたので、どっち先に見たのか今になってはちょっと記憶が曖昧なのですが、なんかこう時代劇見るのは大変なので、先に怪しいパートナーを見たと思います。もうね、これまたね、K2 では見せなかった可愛いチャンクの魅力にもうどっぷり使って沼の奥底に引きずり込まれていくっていうね。もうその後気候号では可愛さだけではなく、もうチャンクさんのね、演技力に引き込まれて、もうね、こんなすごい演技力あるってなんなんよ。演技だって分かっている
のに余計にハマる。気候号については、もう皇后の式典の時のヤンの涙は何だったんだろうっていうね、もうこれまたね、レビューを読みなさってみんなの意見を聞いたり、もうほんとね、深いドラマですよね、気候号。その頃になったらね、もうチャンウクって俳優が私の中ではなくてはならない存在になってたんですよね。ちょうどその頃にね、チャンウクさんが除隊してきて、私人生初のファンクラブに入って、ファンクラブのコミュニティで今仲良くしてもらってるね、師匠とか、あとハッシー教授、あとちゃんともに出会ってね、もう好きを共有する喜びを知って、そしてもっと皆さんとね、共有したいと思って今 YouTube をしてる。もっともっとね、日本の方にチャンウクさんを知ってほしい。そしてチャンウクさんを好きな皆さんに推し活の素晴らしさを知ってほしい。私はね、一ファンでしかないんですけど、チャンウクさんの素晴らしさを広めるため、推し活の楽しさを知ってもらうため、そうして皆さんの毎日に潤いを与えるために少しでもお役に立てたらと思っています。おかげさまであと少しで登録者数なんと1万人を迎えることができました。本当にありがとうございます。これからもね、もっともっとチャンウク大好きを広めていけるように頑張ってまいりますので、皆さんよろしくお願いいたします。そうしてチャンネル登録がまだなかった。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして多分ね、来週になるかと思うんですけど、登録者数1万人記念の YouTube ライブをして皆さんとチャンウクさん好きを共有したいと思っています。それまでね、毎日アンケート決行しますのでご協力よろしくお願いいたします。皆さんお楽しみに。日程についてはまたコミュニティやインスタでお知らせしますね。それからアンナラスマナラのベストシーンも募集しておりますので、こちらも私だけが知ってるチャンウク、いえ皆さんと共有したいチャンウクをぜひコメントくださいね。それでは今日のコメント紹介します。チャンウクに一目惚れのショート動画にいただいたコメントです。ゆりこさんです。歌がぴったり。あまりにも喉が痛くて起きて YouTube 開いたらピロリンさんの動画が出てきた。ありがとうございます。本当に歌通りだよ。芸能人には見向きもしなかった私がこの人だけは落ちた。これがまさに一目惚れといただきました。もうゆりこさんの気持ちめっちゃわかります。私もね、今まで一度も芸能人をねいいと思ったことがなくってファンになったことがなかったんですけど、もうチャンウクさんだけはね、もう特別です。そんなね、チャンウクファンすごく多いと思います。ぜひ皆さんのコメントもお待ちしてます。こちらの動画金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ドリーツピロリンでした。アンニョーン。